エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は MHW3 ボンバーさんのパックスクリーンのですね、レビューとパックスクリーンの決定版についてお話ししようかなというふうに思います。で、今回 MHW ですね、3ボンバーさんのパックスクリーンを購入してから約ですね、3ヶ月ほど経ちました。MHW3 ボンバーさんは様々なコーヒーツールを作られていて、いろいろ使ってきた中でですね、品質もいいと思いますし、何よりですね、安価な価格帯なので試しやすいのかなというふうに思っておりまして、そこが魅力的なポイントだと思っております。で、今回ですね、こちらのパックスクリーンを検討されている方もおられると思いますので、まずはですね、簡単にレビューというか使用感をお伝えしようと思います。で、今回はこちらのブラックカラーですね。こちらを購入いたしましたが、もともとですね、使っていたのが一つ前のものでして、こちらが、シルバーのものですね。こちらのパックスクリーンを使用しておりました。以前の動画でですね、パックスクリーンの役割とか特徴の説明はですね、しましたけれども、その中でこの MHW3 ボンバーさんのパックスクリーンというのは厚みや手触り、もちろんですね、機能も含めてとてもよくできているというふうに思っています。でですね、新たにですね、購入したこちらのブラックカラーの方ですね、こちらはですね、基本的に、機能的には全くですね、以前のものと同じでして、ロゴがですね、変わっただけということもですね、ウェブサイトに書かれていましたので、本当に色がですね、変わっただけと言ってもですね、いいのかなというふうに思っています。で、ポイントとしてはですね、この粉量に影響しない薄さですね、0.8 ミリという薄さと、この薄いんですけれども、結構ですね、強度がしっかりとあります。で、きちんとですね、この表面の処理というところもされていて、手触りがですね、非常にいいということも挙げられるかなというふうに思います。で、私もですね、複数のパックスクリーンを持っていますけれども、やはりですね、この MHW3 ボンバーさんのパックスクリーンをですね、使うことが実際多くなっています。で、使っておられる方はですね、多分お分かりかなと思いますけれども、すごくですね、扱いやすいかなというふうに思います。この扱いやすさの根拠となるんじゃないかなと個人的に思っていることを次にお話ししようと思います。ここからの内容はですね、私の妄想も含みます。それは何かというとですね、MHW3 ボンバーさんとは別のブランドでですね、私もドーシングリングで愛用しているこちらのですね、ネオウザさんというですね、こちらのブランドもですね、いろいろコーヒー系のツールを扱っておられます。で、ドーシングリングのですね、動画もですね、少し前にアップしていますので、気になる方はそちらもご覧いただけたらと思います。このネオウザさんもですね、パックスクリーンを作られていまして、こちらはウェブサイトに載っていた画像を拝借していますけれども、この V とついているところですね。こちらがバージョンの V だと思いますけれども、初代に続いて、バージョンがですね、V2、V3 というふうにどんどん進化していっています。で、パックスクリーンのですね、厚みにですね、注目しますと、画面のですね、左端の初代のところが 1.7 ミリ、で、真ん中の V2 のものが 1.5 ミリ、で、V3 が 0.8 ミリというふうな形になっているんですね。で、この動画をですね、撮影している直前までですね、このネオウザさんのパックスクリーンの購入もですね、しようかなというふうに思っていたんですけれども、メッシュの細かさですね、穴のサイズであるとか、厚みといったところもですね、すでに所有している、先ほど紹介した MHW3 ボンバーさんのパックスクリーンとですね、ほぼほぼ類似しているようなので、現時点では購入を見送っています。で、さらにですね、ノーブランド品なので印字はないんですけれども、こちらが私が初代ですね、購入したパックスクリーンになるんですけれども、こちらが初代のものとですね、大体印字はないですけれども同じだと思います。で、さらにですね、一番新しい V3 のものですね。これが MHW3 ボンバーさんの、こちらとですね、ほぼほぼ穴のサイズであるとか、ほぼほぼ仕様が、一緒かなというふうに思っております。で、実際にですね、ネオザさんのものはですね、手に取って使ってみたわけではないので、確かなことではないですけれども、
この初代からですね、V2、V3 というふうに進化を見ていただきますとですね、おそらく現時点での決定版というのがこのネオザさんとか MHW3 ボンバーさん、またはその他のブランドでもですね、作られているこの 0.8mm というタイプだと思っています。つまりですね、この厚みが 0.8mm にすることで、粉量にも影響せず、メッシュの穴の細かさもですね、同じく0.18mm 使っておりますので、これぐらいの穴のサイズ、かつですね、強度も兼ね備えたステンレス製で磨き上げられているため、使い心地も良いですし、このクラスになるんじゃないかなというふうに思っています。で、パックスクリーンをですね、使っている方なら感じておられるかもしれませんが、結局ですね、どのパックスクリーンでもですね、基本的な効果としては、シャワーヘッドへの粉の付着の軽減と水流を整えるなどのですね、効果はある程度あるのかなというふうに思っています。で、例えばですね、こちらの、フレアエスプレッソのですね、極薄のパックスクリーンというものになりますけれども、こちらでもですね、もちろん効果はあるのかなというふうに思います。で、しかしですね、このメッシュの細かさであるとか、粗さがですね、どこまで影響しているのかをですね、根拠を出すことは難しいにしてもですね、この厚みですね、厚みに関して言えば、耐久性にですね、少し不安が残ります。結構ですね、薄いかなというふうに思います。でですね、以前お話ししました通り、レガシーエスプレッソマシンのですね、圧力というのは吸気圧になりまして、それが約60キロにですね、相当しますので、かなりの力が加わります。で、場合によってはですね、バックスクリーンが凹んでしまうということもあります。それが以前お話ししましたこちらですね。バックスクリーンをちょっと2枚重ねたことによって、水圧ですね、吸気圧がかかることによって、この硬いですね、ステンレスのものが、凹んでしまったというですね、実際の経験があります。繰り返し使うものならばですね、強度とか耐久性も考えると、薄さと強度のバランスが取れたものが理想的なんじゃないかなというふうに感じました。で、おそらくですね、ステンレス素材でも凹んでしまうということは、この中どれでもですね、凹んでしまったり、曲がったりする可能性はあるかなというふうに思いますが、現時点で私が思う決定版というのはですね、この MHW の3ボンバーさんのような厚みであったり表面加工、強度とのバランスを持ったですね、バックスクリーンなのかなというふうに思っています。また合わせてですね、今後もっとですね、驚くような、より機能的で斬新なバックスクリーンが登場してくれることを楽しみにしております。はい、あとですね、こういったパックスクリーンであるとか、バスケットをですね、最近紹介してきましたけれども、これらを清掃するときにですね、ブラシなんかでこするというのが一般的かなというふうに思いますが、私は一応ですね、こういったものもたまに使っております。超音波洗浄機というものですね。こちらも使って清掃したりすることがありますので、今回はですね、動画も長くなってしまいますので、次回この超音波洗浄機でのですね、汚れの落ち具合も紹介しますので、気になっておられる方はぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。はい、いかがだったでしょうか。今回は MHW3 ボンバーさんのバックスクリーンについて紹介しました。現時点では私はこのタイプがバックスクリーンでの決定版かなというふうに思っていますので、これから初めてバックスクリーンを検討されている方や、すでに持っているけど新たな1枚を購入しようかなと思っている方の参考になれば嬉しいです。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する内容をアップしています。エスプレッソの世界が広がればいいなというふうに思っていますので、参考になった方やエスプレッソ好きの方は、よかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。